はい、ふーちゃんです。今回はですね、ついにハンドルをね、交換していきます。あれからね、ハンドルのね、ボスと本をね、買いました。本はね、モモのね、本を買いました。ハンドルの方がね、モモステなので、モモのね、本を買いました。で、ステアリングボスの方なんですけど、ワークスベルのね、ステアリングボスをね、買いました。これがね、ステアリングをね、取り付けるのに必要なボスなんですけど、ここにね、ハンドルを組み合わせると、こんな感じにね、なります。で、このセンターにね、本がね、つく感じです。で、今回ね、このハンドルを変えるにあたって、エアバッグはね、外してしまうので、付属のね、エアバッグのキャンセラーというものを使って、エアバッグの警告灯がね、つかないようにするんですけど、こういうね、抵抗をつけて、エアバッグのね、警告灯を消すような感じです。はい、純正ハンドルなんですけど、ホーンとね、エアバッグを兼ね備えてるんですけど、エアバッグをね、外してしまうということで、左右のね、ボルトを外していくんですけど、バッテリーのね、マイナスを外してから、作業していこうと思います。ちなみにステアリングボスなんですけど、厚みがこんな感じで、結構分厚めなんですけど、この車にはね、ちょうどいいぐらいの厚みなのかなって思います。ちょうど純正ハンドルぐらいのね、厚みがあるので、ハンドルのね、高さは特に変わらないのかなって感じがします。ここの高さがね、変わると、ウインカーとかね、ワイパーの操作がね、しづらくなるということで、ハンドルとね、ここの距離ですね、ここが遠くなるということで、今回は特に変わらないのかなって感じがします。あとはつけてみてどんな感じかです。ということで、取り付けの方ね、していこうと思います。
はい、ということで、ステアリングね、取り付けね完了しました。走ってみた感想なんですけど、前よりね、ちょっとハンドルが重たくなったような感じがします。ハンドル自体はね、そこまで重たくないんですけど、純正の方がねハンドルは重たいんですけど、ボスを変えたことなのか、少しねハンドルが重たく感じます。でその後ね、いろいろと調整もね、行いました。ボスのねカバーなんですけど、最初ね1段切ったんですけど、ちょっとね当たるということで、もう1段ね切りました。でその時にね、ボスのねセンターのナット緩んでないかどうかもね、チェックしました。一応ね25ニュートンでね締めたんですけど、問題ありませんでした。ということで、今回はね、この辺で終わりにしようと思います。よければね、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画もよろしくお願いします。